プランクトン入れると5800種類の生物が住んでるわけ。このちっちゃい海溝が。で、262種類の絶滅危惧種がいるのね。そんな自然は日本ではここだけなんですよ。世界的に見ても珍しいのね。今、エコロジーだとか SDGs だとか言って環境を大事にしようという世の中の世界中の流れの中で、なんでこんな素晴らしい環境を破壊しなくちゃいけないのかっていうことなんですよ。南部は沖縄戦の激戦地だったわけで、今も遺骨が福重さんたち中心に、採取を、戦没者に対して、返す活動が行われていますし、また県の方もですね、そのためのいろんな活動をされているということになっています。中津条例にね、違反してるダンプがどんどん入ってくる。本当にもう怒り心と赤土ですよ。地元の人が6割、7割反対してる。それを強引にやっている。子どもたちに民主主義を語れますか。子どもたちにあれ仕方ないんだ、しかし民意は無視されてるけどあれ仕方ないんだよね、そんなことは言えないですよ。だから何がおかしいのっていうと、こんな強引に進めてる方がおかしいに決まってる。でこういうのは沖縄でしかできない。本土でやったらもう大変な問題なんです。だから沖縄なら強引にできるという差別です。沖縄ってもう小さい島だし、ずっとその遠いところにあるし、ほんで沖縄が日本の一部になったのはまだ歴史的に浅いんですよ。だから沖縄っていうところを日本全体でどのように見てるかっていうのがこれです。県民の多くが反対してるにもかかわらずやっちゃうんですよ。こんなこと本土でできるわけがないわけです。もう何度も何度もこれ証明されてるの。例えば沖縄の負担を減らすために海兵隊の兵力を山口県の岩国に移そうとしたことがあるんです。ただ地元が反対しました。で自民党の国会議員も反対しました。だから沖縄に押し込めておくしかないわけですね。で沖縄の負担軽減のために普天間飛行場で飛んでるオスプレイの飛行訓練の一部を、佐賀県の佐賀空港に移そうということをしました。だけど地元が反対しました。ここでその話がなくなっちゃった。これは最近です。だから本土では地元が反対したら、反対するって言っても、知事さんとか市長さんとかが反対したら政府は諦めるんです。沖縄は県民投票もやって反対運動も起こして沖縄県知事が反対してるにもかかわらず政府はやっちゃう。民主主義は沖縄を除くものですかっていうことですね。スイスのジュネーブに行って国連先住民族の権利に関する専門家機構というところで発言されたんですけれども、日米安保条約によって琉球の自己決定権がないがしろにされていますということを世界に向かってアピールしたわけです。要は米軍基地を置いてほしくないっていう、辺野古の問題が一番大きいんですけれども、置いてほしくないという沖縄の人たちの自己決定権をないがしろにして無理やりに、軍事基地が置かれているというその状況、これは自己決定権がないがしろにされているということを訴えています。
国民は戦争に占拠された国会における代表者を通じて行動し、我らと我らの人のために諸国民とその共和によるその憲法を達成する。そもそも国政は国民の厳粛な選択によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がそれを享受する。これは人類普遍の原理である。沖縄でその基地のそばに住んでいる人たちの聞いていた騒音というのは、ガードレールの上を列車が走っている、そのガードレールの下を歩いている時のような騒音です。会話が全くできないような騒音、そういったものに日常的にさらされるというのが、70% の米軍の施設が集中してある沖縄の日々の生活の中にあるということです。
基地に依存するように、基地への依存率が下がってきたら、今度、沖縄の経済のためっていう名のもとで、ずっと本土から助成金を流してて、そういうものに依存しないと成り立たないような経済を作ってきて、そこへ来て、基地をどうするっていう話になったら、いや、基地がないと沖縄はやっていけないからっていうのは、すごい構造的な暴力だと思う。だから、もし沖縄の多数の人たちが基地がないとやっていけないからっていうのであれば、僕はそこに口を挟む権利はないかなと思うんですが、やっぱりそういう本土の特に国のこういう構造を作り上げてきたっていうその暴力そのものに僕は怒りを感じ